はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングさせていただきますね。よろしくお願いします。2月って結構星が動くタイミングでして、日食もありますしね。その2月の星の動きを解説した動画が別にありますので、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらご覧になってまたこの動画に戻ってきてください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。双子座さん、2月前半はソードの7、カップ4逆、ペンタクス5、ワンドの5、ソード9逆、鳳凰、ジャスティス。気をつけることは対策が、カップの8の逆と、ワンドページ逆、そしてオラクルは、ソードの6の逆ですね。なるほど。ちょっと星の補足説明をさせていただきますが、2月の前半っていうのは非常に遠いところに呼ばれるみたいな感じがあり、意識的にすごく広がったりとか、急に運動したくなったりとか、とにかくエネルギーが拡張するみたいな、そんな感じなので、実際に遠くまで行くバイタリティがあるよとか、意識もぐわーんと広がって、すごい専門的なことを勉強したくなるよとか、で、体力が有り余って動くよとか、そういう感じなんですね。とても自分を広げさせられてる時期みたいな感じでしょうか。なので、本当は飛んでいきたいとか、本当は大胆に動きたいとか、もっとこんなことやりたいっていう思いがあるんだけど、何かに引っ張られてるような感覚があるなっていう感じがしています。このカードを見ても。そして、ただですね、星の補足説明ですけど、2月の2日が満月ですね。で、この満月あたりが一番そういう、本当はもっとこうしたいんだっていうエネルギーが強くなるのかなって感じがしました。そこでは自分が何に情熱を注ぎたいと思っているのかっていうことに気づけたら、もうそれで OK だと思っておいてくださいね。で、それに対して、じゃあ動くぞって言って動ける人は、動いたらいいし、動けるんだけど、なんとなくちょっと重たい荷物引きずってるみたいな感じもあるのかもしれませんね。ちょっとそれ後で解説しますが、そしてもう一つ2月の4日から天王星が順行に戻るということで、これは、なんていうのかな、双子座さんにとってはそんなに感じてませんでしたっていうことかもしれませんが、実は動きがなんとなく鈍かったとか、なんとなく展開が遅かったことが少し早くなってくるとか、スムーズに入ってきます。そしてまた4月の26日以降、天王星が双子座に入るので、4月26日以降はとにかく早いです。動きが早い。もうそこに乗っていくまでの調整っていうものをしていくのかもしれませんね。この2月から4月にかけて。でも、星って例えばじゃあ4月26日から天王星が双子座ですって言っても26からぴったりとそうなるっていうよりも、やはりタイムラグがありますので、早く感じる人っていうのはその前からもう感じて動くし、感じない方もそれ過ぎ去ってしばらくしてから、そういえばそうだったなみたいな感じで感じるっていう感じがあるので、きっかりこの日っていうわけじゃないけど、なんとなく4月までの間にやっとくことやっとこうみたいな、勉強しようとか資格取ろうとか今のうちに準備するぞみたいな、そんな感じがしました。ちょっと先の話ですけど、2月の19日以降はね、仕事運とか社会運というのがまたすごく華やかになります。これは2月の7日以降、水星が魚座に入ったり、2月10日以降、金星も魚座に入ることで、実際社会運とか人脈とか人とのつながりがとってもいいんですね。双子座さん、受け入れられやすい時なので、恐れず外に行っていろんな人と関わってほしいなと思います。そして2月の14日以降ですね、この土星がお羊座に入ってくることによって新しい課題っていうものが出てきそうで、それが双子座さんにとってはその人間関係の中で、チームリーダーに抜擢されましたとか、この場の責任者になってくださいみたいな、私がみたいな、そういう思わぬ責任が降ってくるみたいなこともあるかもしれませんし、今まで気の合う人たちとだけうまくやってたのに、いろんな人と関わることになり、そこに若干なんていうか、
今までの自分だったら避けていたことをやらなくちゃいけないみたいな、そういうタイミングにもあるかもしれません。でも今これやることで本当にすごいかけがえのない仲間ができたりとか、自分の自信につながったりとかしますので、もしそういうタイミングが来てるんだったら、そういうことなのかなと思って受け入れてもいいんじゃないかなとは思いますよ。で、今カードで見た時に入り口がやっぱりソードの7なので、いろいろ言われてることもわかるし、こなすし、答えもするけど、いや、私本当はこっち行きたいんですみたいなね、感じで、自分の言ってることややってることと、本当に行きたいもの、行きたい、携わりたいことって、ちょっと矛盾があるのかもしれないなって感じがします。それは双子座さんにとっての礼儀なんでしょうけどね、そんな変に無限にできないから、相手はするし、ちゃんと答えるけど、いや、本当はもう早く帰りたいんですとか、いや、本当はもうこれもうここまでで抑えときたいんですみたいな、それをうまくこなしてるんだろうなとは思います。だからちょっと本音と現実起こしてる行動っていうものに少し矛盾があるのかなっていう感じがしますね。で、その矛盾って、やっぱり自分自身が一番気持ち悪いですよね。で、その気持ち悪さっていうのがまたここには出ていて、なので、もし自覚されているのであれば、期間限定で、これはここまでやりますとかっていうふうに区切っていただくのがいいのかなと思いましたね。やっぱり、なんとなくその自分の中でも、はっきりと答えが出ないがゆえに、決められなかったりとか、なんか曖昧にしとくことで、この話断ち切れないかなとかっていう、ちょっと相手に判断を委ねる感じがあるんですけど、なんかそれをね、決めていけるって感じがするんです、この2月前半は。ご自身ではちょっと、なんていうのかな、ちょっと精神的に、って思うことかもしれないんですけど、でもそれが実はものすごくいい扉を開くきっかけになるよって感じなんですね、これは。思ってもみなかった、流れが来る感じなんです。ちょっと待ってくださいね。やっぱり星と絡めて見た時に、何か自分がいつもと違う場所に行ったりとか、違う意識とか、違う情報をもらうこと、もしくは専門家の話を聞いたりとかすることによって見えてくるものがあるみたいですし、その今携わってる人たちが、なんか敵だと思ってたけど、あれ敵じゃなかったみたいな、そういう展開がありそうです。なんか、言われてることってもう鬱陶しいなとか分かってますよみたいな言いたい感じがするんですけど、もう今自分はそれどころじゃないんですよ、やることいっぱいあるからってやってるんですけど、何かの瞬間にふとほどけていく。そして、そんなに応援してくださってたんですかとか、そんなにサポートしてくださってたんですかみたいなことが分かり、なんか急にもう晴れやかな気持ちになって、落ち着いて、ああ、よかったんだ。これでよかったんだ。みたいな、落ち着きがあります。で、これって今言ってることってもう全部内面の話なんですよね。双子座さんが起こりうるであろう内面のなんか変化っていう感じですね。面白いですよね、そう考えるとね。なんとなく言ってることはわかりますか？どういう状況にいらっしゃるかは皆さんそれぞれ違うけど、なんか自分が疑っていたり、いや、ここじゃないんですよ、違うんですよって言ってたことに対し、自分一人で何とかしようともがいて、もう無理だ、疲れた、しんどいって言ってたけど、あれなんか、自分が勘違いしてたのかなっていう形で、急になんかもう正当な意見として理解してるし、状況もめちゃくちゃ守られてるし、あのそして自分自身の体もだし、状況もバランス取れてるんですね。なんか急に落ち着くんですよ。なぜか。なんですかね、これ。はい。そして気をつけることとして言われているのが、カップの8の逆とバンドのページなので、ご自身ではね、もうどうしよう、もう出口が見えないとか、これいつまでやるのみたいな感じで思ってらっしゃるかもしれないんですけど、出口ありますっていうふうに言われてて、ご自身でもしかしたら、
慌てていたのかもしれないとか、すごい先のことを考えて、どうしようって思ってたけど、目の前見たら、これでよかったんだみたいな答えが目の前にあるっていう感じがしました。なので少しもしもですけど、精神的にちょっとなんか悩みがあるとか気になってることがある方は、それを何とかしようともがくというよりは、ちょっと置いといて、全然違うことをするとか、ちょっと全然違う他の人と話をするとかっていうことで、やっぱりなんか助けが来る感じがするんですよね。オラクルはソードの6の逆なので、そこまですごいスムーズに、自分が想像した通りに流れていくかというとそうではないんですけど、でもやっぱり応援してる人がいるんです。ちゃんと背中を押してくれる人がいるし、なんかそもそも守られてますからみたいな、そんな感じがあるので、なんか急にね、不安な材料が、大丈夫だったっていうような感じかな。なんか流れが急に変わってます。疑いの目で見てて、これどうなるのとか言ってたら、急に正当な意見バーン入ってきて、これで正解です。みたいなね。そんな感じでしょうか。はい。ちょっとどうでしょうね。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事。でも調べてみてくださいね。また出ましたね。カップの8。何か専門的な知識がすごく救いになる時ですから、今。お仕事カップの8と、ペンタクスの9。そしてソードエースということで、仕事に関してもやり方変えようみたいな感じがありますね。何か一つを終えて違う方向に行きたいんだっていう感じ。でもそうすることって誰かを裏切ってることにならないかなとか、もしくはこれってまた自分の首を絞めてることにならないかなみたいな思いがあるかもしれないんですけど、やっぱりね、流れとしてチャンスが来てるって感じがします。やっぱりこのペンタクスの9っていうのは、チャンスなんですよね。仕事としてのチャンス、ステータスを上げるチャンスっていうのがあるので、やっぱそこに対してはやっぱチャレンジしていきますよねって感じが出てます。チャレンジしていってください、ぜひ。そのチャンスがあるから。ちょっと要するに保証がないっていうだけでチャンスはあるんです。で、そのチャンスを身にするかどうかっていうのは、ご自身が自分を信じてる力によっても変わってくるし、ある意味、捨て身っていうか、そういう感じですね。なんか、ちょっともったいないなって思う気持ちもあるけど、もうこれは置いていくんですっていう風な感じの方が、結果的に得られるものが大きいって感じがしました。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、タワー。ペンタクスのキング。そしてソード5ということで、人との関係においては、やっぱりちょっとなんか、合わないなとか、考えが合わないなって思う人もいるのかもしれませんね。ここでもやっぱりワンドの5ということで、自分が一人でも一生懸命やってるみたいな感じがあるんです。忙しく立ち振る舞うっていうか、忙しくいろんなことをこなしている、一人でっていう感じがあるんですけど、それに対してのストレスみたいなものを他者に感じているのかもしれませんし、もういいや、みたいな。もう、なんか、双子座さんの中でですよ。もういいや、もうこの人に分かってもらおうとするのやめようとかっていう、何か一つの区切りとして、もう壊してもいいわ、この関係ぐらいの気持ちではっきり言うとか、なんかそういう感じがあります。だけど、やっぱり、ちゃんと見てくれてる人いるんだなって感じがします。多くを語らないし、何かすごいサポートして、なんかあからさまなサポートをしてくれるわけでもないけど、ちゃんと分かってくれる人がいる、ちゃんと見てくれてる人がいますよということで、味方はいるっていう感じがしますね。ただ、ご自身の中で気持ち的になんか、私が主張してることって間違ってますかみたいな、そういう気持ちもあるみたいです。なので、この結果を見ると、やっぱり何かね、関係性の中では、もしかしたら、少し動きがあるのかもしれませんね。だけど、双子座さんが傷ついてるとかではなくって、
双子座さん自身はやっぱり自分のその思いっていうのかな、自分の思いっていうのをきちんと伝えてるし、その自分が伝えてることって、なんか変なこと言ってますかみたいな、そんな感じです。なので、他人の顔をすごく気にしてるなっていう感じがあります。でも、ちゃんと分かってくれる人いるわけですし、さっきもカードでここで鳳凰が出てるっていうことは、おそらく双子座さんの言ってることは、まあ、正しいというか分かりませんよ。皆さんの状況がどうかは。だけど、やっぱ筋が通ってるだろうなとは思います。で、もしこれが本当に自分の中の正義なんだと、これは自分の中にとっての絶対的な、答えですって思ってるのであれば、堂々とそこにしてればいいし、やっぱり立場が違えば、人が違えば、それぞれの正義っていうのは違うもので、でも自分が自分の正義を守るっていう形でいいんじゃないでしょうか。そんな感じかな。なんか、もし何か通じましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい。ちょっと最後にもう一枚見てみますね。双子座さんの2月前半は、はい、深みから上がってくるっていうカードが出てきました。何の深みから上がってくるんでしょうか。皆さんもご自身で感じてみてくださいね。何かを手放していく。困難さを手放していく。いや、これ本当に思うんです。なんか急に手放せてますので、吹っ切れる感じかな。はい。ということで、ここまでしておきます。今回もご視聴ありがとうございました。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。